こんにちは。ワールドラバーマーケットパートナーの土屋です。託人をご覧の方は、ご存知だと思われますが、博士としてラケットなどの知識を紹介しています。今回の卓球知恵袋は回転を見るです。今このように模様のあるボールを用意してみたのですが、回してみたときにボールの回転を皆様は認識できますでしょうか。意外と当たり前のように感じますが、このボールを回転しているという構造を把握する能力には個人差がありまして、ボールの回転を理解できない方もいます。ボールの回転は今現在はこのように模様がありますので、動いているのは大体見えると思うんですけれども、白色一色になってきますと、ボールが動いていることを、回転していることを理解しにくい方もいます。ボールが見えない、回転していることが理解できない理由としては、いくつか思い当たる理由がございます。一つは視力低下、もう一つはボールが回転しているということの把握ができずに認識不足。視力低下を、ボールが認識できない理由と考えられている方は、多くいらっしゃると思います。ですが、動体視力と視力とでは、能力が違いますので、一概に視力が悪くなったからといって動体視力が低下しているとは考えられない場合もあります。こういったことでお悩みの方はボールの回転を捉える努力、トレーニングをすることで、実際にボールが見えるようになる可能性もありますので、ここはトレーニングをしっかり練習していきましょう。次に、球の回転を見る練習方法に移っていこうと思います。方法はつっつきを、使いまして、フォアクロスのつっつき、バッククロスのつっつきを、確認してみようと思います。フォアクロスとバッククロスのつっつきですが、どちらかが見えてもどちらかが見えない、こういった方が時々いらっしゃいます。当然これは目線が違いますのであり得ることです。両方見えるっていう方は非常にバランスが良いと思いますが、片側フォアクロスまたはバッククロス片側しか見えないということも不自然ではありません。見えない方は見える方側の知識を使ってイメージをしてボールの回転を、イメージしながらつっつくことによって少しずつボールの回転を理解することができます。実際にボールを見て、回転を理解するということも必要ですが、創造性でボールを処理していくということも、トレーニングにはとても大切です。イメージすることによって動体視力と動体の速度が近づくことによってボールが実際に認識できる可能性もあります。どちらも見えなかった方、こちらも多々いらっしゃると思います。どちらも見えなかった方の場合はボールを捉える方法そのものがあまりうまくいってない可能性があります。ボールの、回転を理解するということそのものに少々不慣れであるということが推測されます。この場合は、どちらのクロスでも構いません。少し長いつつきに切り替えましょう。距離を長くして相手のボールとラケットが接触した地点から自分のところに到達するまでを凝視して見てみましょう。長い距離を見ることによって動体視力を使う時間が長くなります。これによってボールの回転、動体に対して動体視力が慣れる可能性があります。これを利用してフォアクロス、バッククロスをそれぞれ練習してみましょう。ボールが認識できる可能性は十分にあると思います。今から実際に、フォアクロスとバッククロスの下回転サーブを見ていただきたいと思います。
回転がご覧いただけましたでしょうか。実際にボールがこのように縦の回転を下回転バックスピン状態、横に綺麗な軸ができて回転が縦に回っている様子が見えたでしょうか。これが確認できれば、ボールへの認識は良好だったと考えられます。今回はこのようにマーキングをしたボールで、球の回転を認識してみたということですが、トレーニングで、白色のボールでも、認識できるように、たくさん練習を重ねていってほしいと思います。回転を理解することでレシーブや返球の成功率が向上します。応用して横回転やさまざまに変化する回転への認識ができるようになり、理想的な返球も可能になります。思ったより切れていた、思ったようにコントロールできなかった、こういったレシーブミスも回転が理解できることでうまく理想的に返球することができるようになります。今までよりも成功率の高いレシーブを目指しましょう。